こんにちは、せいかです。今日は2026年2月28日の土曜日です。冬ですね。皆さんの住んでいる場所は寒いですか？東京はそんなに寒くないです。はい。1年で一番寒い時期が1月の終わりから2月の初めのイメージなんですけど、その時期もそんなに寒いとは感じなかったですね。やっぱ東京の冬は過ごしやすいなと思います。そしてこの時期といえば、皆さんは何を思い浮かべますか？2月なので、いろいろあると思うんですけど、バレンタインとかね。それぐらいですかね。でも、日本人にとっては、受験の季節でもあります。受験です。受験っていうのは、行きたい学校に入るために、テストとか面接を受けることですね。はい、もちろん私も、今まで何回か受験を経験してきました。いろんなタイミングで受験をするんですよ。小学校に入るタイミング、中学校に入るタイミング、高校に入るタイミングとか、人によって違うんですけど、大体のテストが1月とか2月に行われて、3月に合格発表があるみたいな、そんな感じなんですね。なので2月というと受験というイメージが日本人にとっては強いのではないかなと思います。で、私はですね、数年日本語を教えているんですけど、学生さんの中にはもう日本に長く住んでいる方とか、あとは日本語を長く勉強していて、日本人みたいにペラペラに話せる方とかもいらっしゃるんですよ。で、そういう人たちは日本のことをよく知ってるんですけど、そういう方たちも受験のシステムに関してはあんまりよく知らないっていうことが多いんですね。なので受験について私が話すと、そうだったんだ知らなかったとか、そういう反応をもらうことが多いので、今日はその日本の受験について、はい、ゆっくりたっぷり話していこうかなと思います。で、ちょっと恥ずかしいんですけど、私の実際の経験とか、あとは思い出とかも交えながら楽しく話していけたらなと思います。はい。ではもう順番に小さい時からお話ししていきますね。はい。で、まず一番最初に通う学校は小学校ですね。はい。小学校の前は幼稚園とか保育園に行ったりするんですが、学校ではないですよね。学校というと小学校かな。はい。で、日本では6歳から6年間小学校に通います。で、小学校は入るときに基本的に受験はありません。はい。なので、公立の小学校は住所で決められているところに入ります。なので、自分が住んでいる地域の小学校に行くっていう感じですね。はい。ただ、一部、私立の小学校とか、国立の小学校に入りたい場合は、入学試験があるそうです。その場合は、幼稚園とか、6歳より前のタイミングで勉強するということですよね。すごいですね。私はその当時はもう公園で遊んでました。はい。公園で遊んだりとか、習い事をしたりとかしてましたね。で、普通に公立の小学校に入りました。うん。そういう人が多いんじゃないかなと思います。ただ、受験をする人もいるということですかね。で、小学校に通って小学校を卒業した後、行く場所は中学校です。中学校は3年間ですね。小学校の後なので、13歳から3年間通う学校ですね。はい。で、中学校は、公立の中学校は受験がありません。さっきの小学校と同じなんですが、自分が住んでいる場所の近くにある、中学校に通うっていう感じですかね。私は公立の中学校に通いました。ただ、中学校はですね、受験する人もいます。うん。私立とか国立の中学校に行きたい人は受験をします。はい。私の友達にもいましたね。小学校の中で、そうですね、4年生ぐらいから
学校の後塾とかに通い始めて、受験の準備をして、小学校6年生の時に中学校に入るための受験をしている子もいました。はい。そんな感じですね。分かれます。受験をしないで公立の中学校に行く人と、受験をして私立とか国立の中学校に行く人に分かれますね。で、私が通っていた小学校では、何パーセントぐらいですかね。ちょっとあんまり覚えてないんですけど、はい。でもいました。受験をして私立の中学校に行く友達も結構いましたね。はい。で、その当時の私の思い出なんですけど、正直あんまり覚えてなくて、昨日私の母にインタビューしたんですよ。私が小さい時のその受験についてですね。私も自分のことなんですけど、曖昧になってる部分が多かったので、私の母にしっかり聞いてきました。私は中学受験はしませんでした。しなかったので、もちろん塾にも行かなかったんですね。はい。公園で遊んだりとか、習い事をしたりとかしていたんですが、周りの友達で受験をしている子がいたので、それを見てて、自分も勉強したいって言ったそうなんですよ。ちょっとびっくりですよね。自分でもびっくりしたんですけど、受験をしなかったんですけど、小学校を卒業して中学に入る前ぐらいのタイミングから塾に通っていたそうです。はい。学校の勉強をスムーズに、できるようにするための塾っていう感じですかね。受験ではなくて、ただ、学校の勉強をなんかもっと理解しようみたいなそんなコースに通い始めてたそうです。はい。まあそんなことがありましたね。全く受験は考えてなかったんですが、はい。小学校の6年生から塾に通い始めたらしいです。はい。忘れてました。ということで、中学に入ります。はい。で、中学校3年間通って、卒業した後、行く場所は高校ですね。高校も3年間通います。でですね、高校に関してはですね、絶対に受験するんですよ。みんな受験します。クラスメートみんなが受験する感じですね。はい。これがですね、結構その学生さんにびっくりされるポイントですね。日本人は中学3年生の時に高校に入るための受験をみんなするんです。はい。高校受験をして高校に入るっていう感じですかね。高校もですね、種類がいくつかあって、公立の高校と、そして私立の高校があります。もちろんね、学費、学校に払うお金とかが違ったりとかするんですけど、受験をしていた当時の私にとって、公立の高校っていうのは、3年間高校に通った後、また大学受験をしなきゃいけないっていうイメージだったんですね。で、それに比べて、私立の高校っていうのは、だいたいその私立の高校通った後、その上にある大学にスムーズに行けるっていうイメージがあったんですよ。なので、大学に入るときに受験をしなくていい、みたいな、そんなイメージがあったんですね。はい。まあ、公立高校と私立高校っていう二つの種類がありました。で、受験の日程もその高校によってちょっと違います。1月から2月に私立の高校の受験があって、で、2月から3月に公立の高校の受験があるっていう感じですね。で、3月になると全部の合格発表が出て、自分が行く高校が決まるっていう感じです。はい。まあ、とにかく日程はそんな感じでした。なので、一番行きたい高校が、公立高校、2月3月に入試がある高校の学生は、1月から2月に私立の高校の受験があると思うんですけど、そこで、自分のレベルでも確実に行けそうな、そんな高校を受験して、合格を取っておいて、安心した状態で、公立の高校を受けるっていう人もいましたね。それが普通だったんじゃないかなと思います。で、その安心のための高校を滑り止めって言ったりしました。はい。滑るっていうのはつるっと滑るっていう意味なんですが、行きたい高校すべてに落ちてしまうことがないように、滑ることがないように、その滑りを止めるっていう意味で滑り止めですね。滑り止めの高校を受験することもありました。
そんな感じでしたね。はい。で、私の経験をここからお話ししていくんですが、さっき言ったように、私は小学校卒業したぐらいから塾に通い始めたじゃないですか。で、1年生、2年生の時とかは、学校の勉強についていくためにっていう感じで、軽い気持ちで塾に通っていたんですね。はい。で、そんな軽い気持ちで家の近くにある塾に通ってたんですけど、その塾の中では結構できる方だったというか、始めたのが早かったので、はい、勉強ができる方にいたんですって。私もあんま覚えてないんですけどね。私の母に聞いた話なんですが、上の方にいたみたいなんですが、塾の先生にもっとレベルが高い塾に行くのもいいと思うっていうふうにアドバイスをしてもらって、中学校3年生ぐらい、本格的に受験を考えるぐらいのタイミングで、私は違う塾に行ったそうなんですね。家の近くの塾からちょっと離れた、もうちょっと大きい塾に移ったみたいなんですよ。で、その時のこと結構覚えてますね。今までは家の近くの塾で楽しく勉強してたんです。わかるみたいな、楽しいっていう気持ちが強かったんですけど、ちょっと大きい塾に移動したら、もうですね、その塾の中では一番できないぐらいの気持ち。はい。自分が全然わからないのに、どんどん授業が進んでいくみたいな感じで、すごく悲しかったし、焦った思い出がありますね。頑張って勉強しなきゃって、新しい塾に通い始めてから思った、そんな記憶があります。はい。で、とにかく大きい塾だったので、レベル別にいくつかクラスがあって、テストによってこのクラスに行けたり、ちょっとまた下のクラスに行ったりとか、そんな感じだったと思います。で、その塾に行って、友達とかと、一生懸命、はい、ライバルだったのかな、あんまり覚えてないんですが、刺激をね、与え合いながら、一生懸命、勉強してたんですよ。そうですね。夏休み、日本ってだいたい1ヶ月半ぐらいあるんですが、夏休みの時期は、塾の夏期講習がありました。夏期講習っていうのはですね、夏休み期間、朝から夜まで塾で勉強するっていうそんな期間ですね。はい。普通学校がある時っていうのは、学校がですね、だいたい4時ぐらいに終わるのかな、それぐらいに終わって、6時ぐらいから塾があるみたいな、そんなイメージだったんですが、夏休みとか冬休みみたいに、長期休暇、長い休みの時って、時間がたくさんあるから、朝から夜まで塾に入れるんですよ。なので、夏期講習っていう授業を受けたりとか、授業がない時間は、塾の自習室っていう自分で勉強ができる部屋があるので、そういう場所に行って勉強したりとかしていましたね。はい。で、私は一生懸命勉強してたので、もう本当にその勉強が辛いって思ってしまって、なので私は私立に行きたいって言ってたんですよ。はい。なぜなら、さっきも言ったように、私にとって私立の高校って、入ったら、そのまま大学に行けるっていうイメージがあったので、もう一回受験をしなくていいっていうところに、すごく魅力を感じて、私立に行きたいって言ってたんです。はい。で、塾とか学校とかで、自分の行きたい高校をですね、第一志望、第二志望、第三志望と、紙とかに書いて提出したりするんですけど、そういう時も確か全部私立にしていたと思います。はい。ただですね、事件が起きるんです。あの、さっきも言ったように受験って1月ぐらいからスタートするんですが、受験がスタートする直前、12月ぐらいに、公立高校の中で自分が行きたいってすごく思うような魅力的な高校を見つけたんですよ。なんでその高校を知ったのかちょっと覚えてないんですが、その高校を12月ぐらいに知ってしまって、急に受験の計画をですね、変えることになりました。なので、今まで第一志望が私立の高校だったのを公立の高校に変えたんですよ。はい。なので、私の母と昨日電話してたんですけど、
母ももちろんびっくりしたし、塾の先生もびっくりしたし、学校の先生もびっくりしたと言っていましたね。はい。ただ幸いなことに、受験科目っていうんですが、その試験の科目です。国語、数学、理科、社会とか、いろいろ科目があるんですが、受験の科目は私が私立のために準備していたものと、新しく行きたいと思った公立の高校は一緒だったので、そこは問題がなかったそうですね。ただ、英語に関しては、私が行きたいと思った高校はですね、すっごくレベルが高かったので、英語に関してはもう一生懸命勉強したと聞きました。はい。そんな感じでした。12月に急に計画を変更して、第一志望を公立の高校にしました。はい。で、受験が始まるんですけど、受験の種類もいくつかあって、一つがわかりやすい、この一般入試っていうんですが、テストを受けて合格したら入るっていう受験ですね。で、もう一つが推薦っていうものがあります。はい。で、推薦っていうのは何かというと、試験ではなくて内申を見られます。内申っていうのは学校での成績ですね。なので中学校のテストとかでいい点を取って、いい態度で授業を受けて、先生からもらう成績ですね。成績をもとに計算して内申っていうものが出ます。で、その内申の点数と、あとはですね、高校によって違うんですが、小論文、エッセイのようなものを書いて、評価する学校もあれば、面接、実際に学校に行って、先生とかと面接をして判断されるっていう高校があったりとかするんですが、とにかくその推薦入試っていうのがあるんですね。で、私は確かその一番行きたい公立高校の推薦入試を受けたんですよ。多分一番最初だったと思います。正直ね、推薦入試で合格したら、そこで受験が終わりだから最高なんですが、それに落ちました。はい、不合格でした。すごく覚えてますね、その時のこと。なんか、あの、どうだったかな、その推薦入試の合格を確か学校で聞いたんですよね、私。なので、中学校でみんな勉強している時間に推薦入試がダメだったっていうことを聞いて、泣いた気がします。教室で。普段人前で泣くっていうことはあんまないタイプなんですね。人の前で泣くっていうこと、人前で泣くっていうんですが、そういうことをしないタイプなんですけど、さすがに悔しくて泣いた思い出があります。とにかく推薦入試がダメだったので、一般入試に入っていくんですが、まず最初、私立の高校の入試がありました。はい。で、私立の高校の中でも、滑り止めって言って、私の成績だったら確実に入れるような高校を受けて、そしてその後で、私立の中でも、ちょっとレベルは高いけど、行きたいと思ってる高校とか、いくつか選んで受験しましたね。はい。で、合格発表っていうのは、だいたいその高校で行われます。なので、その高校まで、私の母とかと一緒に行って、高校の目の前とかの、高校の前にですね、ボードがあって、そこに番号が貼り出されるんですよ。その時は、インターネットとかじゃなかったと思います。はい。で、その番号を見て、自分の番号をチェックして、自分の番号あるかなってドキドキしながら見て、あったら合格ってなるし、なかったら、よし、次頑張ろう、みたいな。はい。そんなことをしてました。懐かしいですね。はい。で、私立の高校を受験して、で、その後、最後に公立の高校を受験しました。私が一番行きたい学校ですね。公立の高校を受験したんですよ。で、その公立の高校を受験して、終わった後、合格発表までちょっとドキドキしながら待って、で、合格発表の日、母と一緒に高校の前まで行って、合格発表を見たんですが、それでですね、合格できたんです。すごいですよね。今考えても、すごいなって思います。運が良かったなって
思います。12月に急に行きたい高校を変えて、公立高校に行くと決めて、一生懸命勉強して受験をしたんですが、無事に合格ができたっていう感じですね。で、合格が分かったら、すぐにですね、塾に電話をします。なぜなら、塾の先生たちは、もう1年間、人によっては3年間ですね。中学1年生から通ってたら3年間、私の勉強を見てくれてるわけじゃないですか。で、どんな高校に行きたいかとかそういうのも一緒に考えて、で、私が苦手な科目、例えば数学が全然できなかったら、数学の点数がちょっとでも上がるように一緒に考えてくれてっていう、パートナーみたいな感じなんですね。なので、その塾の先生に電話して、一緒に喜んだりしてくれてっていう感じですね。で、その後学校にも報告をしに行きます。そんな感じです。それが行われるのが3月っていう感じですね。3月の初めに合格発表がありました。で、4月から、高校に通い始めるっていう感じですね。4月に入学式があります。桜の季節ですね。そんな感じで、私高校受験はもう本当に頑張ったんですよ。ドラマもありました。そんな感じですね。懐かしいですね。で、高校に入学して、高校も3年間通います。年齢で言うと、待ってくださいね。16歳とかで入学するんですかね。16、17、18かな。3年間高校に通います。で、高校の次は大学ですね。大学もですね、受験があります。もちろん私立高校に入っている人は、もしかしたら特別なルートで、その付属の大学、その上の大学に行くことができるかもしれないんですが、公立の高校に入っていたら、受験をしなければ大学に入ることはできません。なので私もう一回受験したんですよ。ただ、大学の受験って種類がいろいろあります。高校のように推薦入試があったりとか、もちろん一般入試、試験を、受けて合格するっていう入試があったりとか、それ以外にも、栄養入試とか、そういうものもあります。小論文とか面接とかをして入るっていうスタイルですね。いろいろな種類があります。で、国立の大学、私立の大学とかで、また、その受験のシステムっていうのは違います。なので、大学からは本当にもういろいろな、選択肢があるっていう感じですかね。で、受験の日程はだいたい1月から3月です。で、まずですね、国立大学の場合は、1月の中旬に大学入学の共通テストっていうのがあります。なので、受験センターみたいな大きい場所で、みんなで一斉にテストを受けるんですね。で、そのようなものが1月にあって、2月に国立大学の前期試験、そして3月に国立大学の後期試験っていうものがあるそうです。そして私立の大学は2月が中心だそうですね。で、私立の大学はもう本当にいろいろな種類があって、推薦入試とか AO の入試の場合は、秋ぐらいに選考があります。面接をしたりとか、小論文を書いたりとかっていう選考があって、11月とか12月ぐらいに合格発表されるんですね。なので、もう早い人は、その時点で入る大学が決まるんですよ。ただ、それがダメだった場合とか、一般受験をするっていう人は、だいたい2月ですかね。2月に試験があります。なので2月に受験をして、3月に合格発表っていう感じですかね。で、ここからは私の経験になるんですけど、私は高校に入った後ですね、高校のレベルがすごく高かったので、授業についていくのが大変だったんですよ。授業のスピードが速くて大変だったので、授業についていくために塾に通いました。で、塾の中でもいろいろな種類があるんですけど、グループの、授業がある塾もあれば、
小さくて1対1、個別授業っていうんですけど、1対1の授業をしてくれる塾もあるんですね。私は自分の高校についていくための、授業をしてほしかったので、個別の塾に通っていました。なので先生と1対1で授業を受けたりとか、時には先生1に学生に1対2で、授業を受けたりとかもしてましたね。はい。で、個別塾に通いながら、一生懸命学校の勉強についていけるように、勉強してたんですけど、そこはですね、受験のための塾っていう感じではなかったんですよ。はい。なので、先生ともすごく仲が良くて、友達みたいな感じで勉強してましたね。ただ、2年の終わりぐらいかな？高校2年生の終わりぐらいから、受験を考え始めました。大学受験について考え始めたんですね。ただ、その時思ったのは、また一般受験、この勉強する受験っていうのは、ちょっと大変だから、その前の推薦とか AO の入試で合格できるようにしたいって思って、その小論文とかの対策ができる塾に行きたいと思って、個別塾からちょっと大きい塾に、移ったんですよ。でですね、ちょっと面白いんですけど、大学受験のための塾ですごく大きい場所をですね、予備校って言います。はい。なんか塾と予備校の違いがちょっとはっきりわからないんですが、とにかく大きくて大学受験のための場所で、そして高校生だけじゃなくて浪人生もいる場所を結構予備校っていうことが多いのかなと思います。浪人生というのは、例えば大学受験をしたんだけど、そこで行きたい大学に入れなかった場合、違う大学に行くのではなくて、もう一度勉強することを選ぶっていう人もいるんですね。で、そういう人を浪人生と言います。大学に通っているわけではなくて、そして高校生でもなくて、大学受験のために勉強しているっていう、そういう人を浪人生って言うんですが、予備校に行くと浪人生もいるイメージですね。はい。なので、いろんな年齢の人がいるっていう感じですかね。で、とにかく私は推薦入試で合格したかったので、その予備校に通い始めたんですよ。で、小論文の書き方とかを勉強していました。なんかその予備校の雰囲気も面白かったですね。今まで通ってきた塾、高校受験のための塾とは全然雰囲気が違くて、なんか本当に大きくて、もう一つの学校みたいな感じの場所でしたね。はい。で、すっごく頭がいい人とかもいて、すごいなーって思いながら、通っていた気がします。はい。で、推薦入試の準備もしてたんですけど、もしかしたらダメかもしれないから、一般入試のための勉強もちょっとしていたような気がします。そんな感じでしたね。はい。でですね、結果から先に言うと、私はですね、指定校推薦という種類の、専攻で、私は大学に合格しました。で、指定校推薦っていうのは、何かというとですね、学校にですね、例えば A 大学に入れる人1人、B 大学に入れる人1人っていう、この枠、スポットが与えられることがあるんですよ。はい。なので私の高校にも、いくつかの大学から、その枠がもらえたんですね。で、その枠っていうのは、学校の中での成績が上の人から順番に、持っていけるっていうものだったんです。で、私は高校の時、学校の授業難しかったんですけど、頑張って勉強してたので、成績が良かったのかな？いい方だったんですね。なので、その指定校推薦のリストの中に、私が行きたい大学があったから、そこに申し込んだら、そのまま合格できたっていう感じでした。なので、結構簡単にって言ったらあれなんですけど、そうですね。簡単に、受験の面で言ったら簡単に、私は、合格できたっていう感じですね。3年間高校の勉強頑張ったから合格できたっていう感じではあるんですが、難しい試験とかは受けずに、運よく合格することができました。そんな感じでしたね。はい。でですね、この大学受験に関しては、
する人もいるししない人もいます。大学に入らないで専門学校に入った友達もいます。高校の友達だったんですけど、その子はパティシエになりたいと思って、高校卒業した後は、その製菓学校というんですが、そのパティシエになるためのその技術を学ぶ学校に入って、そのままパティシエになってましたね。なのでそのように専門学校に行くっていうことを選ぶ友達もいました。で、大学受験を選んだ友達で合格した人はそのまま大学に行きましたし、合格できなかった人は、さっきも言ったように浪人してもう一年勉強するっていうことを選んでいる子もいました。もう本当にいろいろっていう感じですかね。はい。ということでですね、こんな感じです。どうですか？ちょっとイメージできましたかね？はい。私は結構一般的なタイプ、日本の中でよくいるタイプだったんじゃないかなと思います。公立の小学校に行って、公立の中学校に行って、で、高校受験して公立の高校に入って、で、その後、大学受験して大学に入るっていう、そんな感じでしたね。はい。まあそんな感じで、いろんなタイミングで受験があるんですけど、だいたいすべての受験の、試験の日程が1月から2月ぐらいなんですね。はい。なので、その受験のシーズンはですね、日本のコンビニとかスーパーに行くと、合格祈願のパッケージのお菓子が売られたりします。合格祈願っていうのは、受験がうまくいくようにお祈りすることですね。はい。すごく覚えてるのは、キットカット。チョコレートのお菓子、有名なものなんですけど、受験が近くなると、その合格祈願のパッケージが出るんですよ。キットカットのキットっていう部分を使って、きっと合格するよとか、きっと大丈夫だよみたいなメッセージが入ったパッケージが出るんですけど、それを友達にあげたりとか、逆にもらったりとかしていた思い出がありますね。で、なんかちょっと今調べてみたんですが、有名なお菓子、いろいろなお菓子が合格祈願のパッケージを出しているみたいですね。面白いですね。ぜひ、この受験シーズンに日本に来る方がいたら、そのような部分にも注目してみたら面白いのではないかなと思います。そしてですね、受験生によく言う言葉があって、それは何かというと、桜が咲きますようにっていう言葉なんですね。で、皆さん桜は知ってますよね。お花ですね。桜。で、桜が咲く。はい。この言葉自体は皆さんもわかると思うんですが、これは単純に桜が咲くっていう意味ではなくて、受験に合格するっていう意味なんです。受験生に桜が咲きますようにって言ったら、受験がうまくいきますように、合格できますようにっていう意味になります。はい。で、なぜかというと、受験の合格発表っていうのは3月ですね。で、3月に合格が発表されて、4月から日本では新しい学校に進学します。で、そのシーズンってちょうど桜が咲く時期なんですね。なので、無事にあなたも合格して、桜が咲く時期には、行きたい学校に進学できますようにっていう意味で、桜が咲きますようにって言ったりします。なんか素敵ですよね。はい。私もですね、高校に入る時の受験、一番大変だったし、一番頑張ってた時期だったんですけど、4月に桜が咲いている中、私が行きたい高校の制服を着て学校に行っているっていうところを、もう想像しながら、はい。もうそんな自分になりたいって思いながら、一生懸命勉強していた思い出があります。懐かしいですね。青春ですよね。はい、ということで、今日お話しした受験なんですけど、受験をテーマにした作品って日本にたくさんあります。中でも、勉強が苦手な人とか、勉強全然頑張ってなかった人が、いい大学に入りたいって思って一生懸命勉強するっていうストーリーはですね、人気があるんですよ。はい。そういうものを見ると、受験に限らず、仕事とか目の前にあることを頑張ろうっていうモチベーションがもらえます。なので、私は今、もう受験をするっていうことは
ないとは思うんですけど、はい。それでも時々受験をテーマにした作品を見てモチベーションをもらったりしてますね。そして今日お話ししたその日本の受験のシステムがわかると、そういうドラマを見たときにもっとよくストーリーを理解できるのではないかなと思うので、ぜひ興味がある方は見てみてください。ということで、いくつか作品を紹介していきます。まずドラマなんですが、ドラゴン桜というドラマ、おすすめです。とか言いながら、私見たことがないんですけど、ですね、すっごく有名なんですよ。ドラゴン桜はもともと漫画だったのかな？それがドラマ化されたっていう感じなんですが、とにかく有名で、よくこの作品の名前を聞くので、見たことがない私でも知っているんですけど、受験に合格した人のインタビューとかで、ドラゴン桜を読んでモチベーション上げていましたとか、そういうことを言っている人もよく見るので、日本人にとって受験といえば思い浮かべる作品なのではないかなと思います。なのでぜひ気になる方見てみてください。そしてドラマはですね、私が何回かおすすめしたことがあるんですが、大好きなドラマがあって、初めて恋をした日に読む話というドラマです。これはですね、不良の高校生、勉強も頑張んないで、学校もう行かなかったりとかしてっていう、そんな高校生が急に受験したいって思うようになって、東大っていう日本でですね、すごくレベルが高い大学があるんですが、その大学に合格することを目指すっていう、そんな話なんですね。はい。で、そのドラマの主人公の女性は、塾の先生です。はい。なので、その不良高校生と塾の先生が、一緒になって頑張って合格を目指していくっていう、そんなドラマなんですよ。私、このドラマ本当に好きで、そうですね。受験がテーマではあるんですけど、人生とか、あとは恋愛とか、そういうものも描かれているので、ぜひ、時間があったら見てみてください。そして映画も一つ紹介します。今日紹介する映画は、ビリギャルという映画です。これはですね、さっきとちょっと似てるんですけど、学年最下位の女子高生。学年最下位というのは、学校で受けるテストがあるじゃないですか。で、そのテストの順位っていうものが出るんですよ。1位誰々、2位誰々っていうその順位が出るんですが、その順位が一番下、最下位の女子高生。はい、女の子が、慶應義塾大学っていう、これもまた有名な大学なんですが、その大学に合格することを目指すっていう話です。これは作られた話ではなくて、実話がベースなんですね。本当にあった話がベースです。モデルになった方も実際にいらっしゃいます。SNS とかもされてるんですが、実際にあった話をもとに作られた映画なんですよ。はい、これもですね、すごく勇気をもらえる、そんな作品なので、ぜひ気になる方は見てみてください。そしてこの作品のその主人公の女子高生を演じた方が有村架純さんなんですが、すっごく可愛いので、はい。おすすめです。はい。ぜひ時間があるとき見てみてください。ということで、今日はですね、すごく長くなっちゃったんですけど、受験について話してみましたがいかがでしたか？ぜひ皆さんの国の受験についても教えていただけたら嬉しいです。私もですね、自分の今までの受験を振り返ってみて、すごく懐かしい気持ちになりましたし、あの時頑張ってたから、またこれからも頑張ろうって思いました。いい機会になりましたね。はい。もっと何か知りたいこととかがあったらぜひコメントで教えてください。私は YouTube のメンバーシップもやってます。初級の人には Vlog で勉強できるような動画、そして中級以上の方にはタメ口の動画とかゲームの動画を配信しています。タメ口の動画は基本的には食べ物中心で最近やってますね。コンビニで期間限定のデザートとかパンを買ってきて紹介したりとか、あとはカフェの期間限定のメニューを食べてみたりとかしてますので、ぜひそういう食べ物に興味がある方にも見ていただけたらなと思います。
そしてゲームはコーヒートークっていうゲームをしてますね。本当にリラックスできるゲームなので、一生懸命見るっていうよりは、家事をしながら、お皿を洗いながらとか、洗濯しながら、ながら聞きっていうんですけど、何かをしながら、聞いたり見たりしていただけたらなと思います。そして、YouTube 以外にも CIJ というウェブサイトにも動画をアップしています。ここでも最近私はゲームをやってるんですよ。スナフキンのゲームをしてるんですけど、私普段ゲームを全然しないので、もうとにかく難しいんですよね。私にとっては難しくて、結構失敗もたくさんしてるんですけど、リラックスできる世界なので、癒されますし、ちょっとずつ自分ができるようになってるのも感じて嬉しいです。何の話ですかね。とにかく CIJ でもゲームの動画をアップしています。私以外にも CIJ にはいろいろな先生がいて、出身とか年齢が違ったり、男性の先生がいらっしゃったりするので、本当にいろいろな日本語をインプットできる場所になってますので、たくさんインプットしたいという方はぜひ CIJ もチェックしていただけたら嬉しいです。ということで、今回も最後まで聞いてくださって、そして見てくださってありがとうございました。また次のラジオでお会いしましょう。さよなら。